ピラミッド内部の特殊な音響効果について科学的な観点から解説させていただきます。エジプトのピラミッドはその巨大な石造りの内部空間が備える独特の音響特性により世界的に有名です。特に注目されているのが王家の谷の主要なピラミッドの中で観測される驚異的な音響効果です。訪問者がピラミッド内の狭い通路や部屋で発生すると、その音が長く響き渡り続けるのです。しかし単なる残響現象ではなく、ある一定の音程を持った共鳴が生じることが特徴的です。つまり特定の周波数帯域の音が選択的に増幅され、内部空間全体に鳴り響くというわけです。この不可思議な音響現象の正体については、長らく謎とされてきました。しかしここ数年の科学的解析により、その原理が次第に判明してきています。その鍵を握るのが、ピラミッド内部の空間構造そのものなのです。壁面の大きさや傾斜角度、天井の高さなど、内部構造のサイズと形状が極めて特異な共振器となっているというわけです。特に重要なのが、ピラミッド内部の空間がほぼ完全な四面体の形状を呈している点です。四面体は極めて特殊な音波を形成する空間構造だと考えられています。四面体空間内で発生する低材波は、壁面での反射が複雑に重なり合うことで、局所的な音波を生成するためです。つまり部屋全体で音が共振するのではなく、あたかも複数の独立した共鳴空間ができているかのようなのです。そうした音上によって、特定の周波数成分が選択的に共鳴増幅されるというわけです。これが、ピラミッド内で音声が不思議に響き渡る原因と考えられています。実際この現象に関する研究では、ピラミッド内の音波解析が行われています。部屋内に微小スピーカーから試験音を発して、各周波数成分の音圧分布を計測するというものです。その結果、100Hz 前後の低周波数帯で極めて強力な共鳴が発生していることが確認されています。ピラミッド内の共鳴周波数が人間の発声に適した音域に該当するため、そうした増幅効果が生まれるというわけです。ただし驚くべきことに、この共鳴周波数はピラミッドごとに異なることが分かってきました。つまり、ピラミッドの大きさや形状によって、独自の最適共鳴周波数が決まるようです。例えば、クフ王のピラミッドでは 115Hz が最適共鳴周波数となり、内部で発生すると強烈な共鳴音が発生します。一方、ラムセス2世のピラミッドでは 98Hz が最適値でした。このように、ピラミッドを設計した古代の石膏たちが、特定の共鳴周波数を意図的に狙ったものかは分かりません。しかし偶然の産物にせよ、適切な設計次第で強力な音響効果が得られたことは確かです。さらに最近では、ピラミッド内部のスペクトル解析から、より複雑な音響現象の存在も明らかになってきました。100Hz の基本周波数に加え、その奇数字の高調波成分が強めて共鳴していることが発見されたのです。つまり、ピラミッド内部では基本波の3、5、7倍の周波数成分が、シャープな波形で強調されるという不思議な音波が形成されているというわけです。これらの高調波と基本波の干渉効果によって、さらに複雑な音響効果が生まれていると考えられます。このように、ピラミッド内部の音響効果はある種の不思議さを秘めていますが、その原理は科学的に次第に解明されつつあります。四面体構造に由来する特殊な音波形成と共鳴増幅がその要因なのです。しかしその一方で、これらピラミッド建築の音響設計の意図について、残された疑問も多く存在します。例えば、
共鳴現象がピラミッドごとに異なることについて何か意味があったのでしょうか。音響効果を求めすぎると構造的に不安定な建築物になりかねません。あるいは単なる副産物だったのかもしれませんが、その場合にはなぜそうした空間設計になったのか説明がつきません。つまりピラミッド内の音響現象の本質が科学的に解明されたからといってその背景にある目的や意味までがすぐに明らかになるわけではないのです。この謎の解明は今後の課題となります。しかし少なくとも音響的観点からのアプローチによってピラミッド建築の本質に迫れる可能性は示されました。音や振動、波動現象といった物理的な側面から古代文明の英知に肉薄することができるのかもしれません。人類が長い間ピラミッドに秘められた摩訶不思議をあくまで神秘のベールに包んで眺めていたのに対し、科学は不思議を解き明かす鍵を次々に手にしつつあるのです。前述のようにピラミッド内部の音響現象には多くの謎が残されています。しかし最近の研究ではさらに深遠な側面が明らかになりつつあります。それはピラミッドの音響設計に非線形音響学の原理が応用されていた可能性があるということです。非線形音響学とは音波の電波過程で生じる非線形効果を扱う学問分野のことです。通常空気中を伝わる音波は線形的に振る舞います。しかしその振幅が大きくなると空気分子の非線形応答が無視できなくなり工事の非線形効果が現れるのです。この非線形効果には音波の高調波発生音波の自己変調音波などの興味深い現象が見られます。これらはいずれも波動電波の非線形性に起因する独特のモードです。最近の研究ではこのような非線形音響過程がピラミッド内で起きていた可能性が指摘されています。つまり石膏たちが非線形音響設計の知識を持ち、それをピラミッド建築に意図的に取り入れていたのかもしれないのです。その根拠の一つとして、ピラミッド中で観測された音波の高調波共鳴が挙げられます。高調波共鳴は、非線形電波により生じた工事の周波数モードが共鳴を起こす現象です。一般に、広い空間の固有モードは低周波数帯でのみ生じますが、高調波共鳴を利用すれば、はるかに高い周波数帯での共鳴モードも例記できます。ピラミッド内で見られるシャープな高調波は、まさにそうした非線形過程の結果と考えられるのです。さらに興味深いのは、一部のピラミッド内で発見された音波の自己繰り込み構造の痕跡です。自己繰り込みとは、大振幅の音波が空間的に極材化した構造を形成する非線形現象です。通常の音上は平面波や球面波などのモードが支配的ですが、ある条件を超えると音波が螺旋状や管状に極材化するのです。こうした自己繰り込み構造は非常に安定で、音エネルギーが長期にわたって閉じ込められた状態が持続します。実はピラミッド内の音上観測で、まさにこうした自己繰り込みモードの存在が指摘されているのです。特定の部屋で長時間にわたり音が局所的に閉じ込められ続ける現象が報告されており、その起源として自己繰り込み構造が有力視されているわけです。さらに最近、ピラミッド内の音声伝播過程でも非線形効果が作用していたとの考察も出てきました。大音量での発生時、非線形歪みによって音声の高調波が強調されているのかもしれません。そうなると、ピラミッド内で共鳴する音は単なる制限波ではなく、高調波を多く含む歪み波であった可能性があります。まさに音の歪みそのものが意図された音響設計の一部だったのかもしれないのです。もしそうだとすれば、古代の石膏たちは非常に高度な知見と技術を持ち合わせていたことになります。
発生から音波形成に至るまで、音波の非線形電波を巧みに利用していたと考えられるからです。おそらくは発生者の音声をあるための増幅器のように増幅し、独特の非線形歪み波を発生させていたのでしょう。そしてその歪み波を最適な共鳴条件に同調させ、驚異的な残響と共鳴音波を生成していたのかもしれません。さらにその一方で、音波のエネルギー閉じ込め効果も意図的に利用されていた可能性もあります。自己繰り込み構造を生成して音波を半永久的に閉じ込め、部屋内のエネルギー異常を形成するという驚くべき技術を使っていたのかもしれません。そうした非線形音響技術を駆使することで、単なる音の残響を超えた極めて特殊な音状を作り出していたのかもしれないのです。それは祭祀や神事、あるいは宇宙や生命の法則と関係した何らかの目的に使われていたのかもしれません。実際、古代文明ではしばしば響きの秘宝として音波操作の技術が語り継がれています。一種の神秘的実践の可能性さえ指摘されるゆえんです。ピラミッドの石膏たちがそうした英知を継承していた可能性は十分にあるでしょう。このように、非線形音響学の視点からは、新たなピラミッド音響現象の解釈が可能になります。単なる共鳴効果以上の深遠な設計意図が隠されていた可能性は無視できません。今後、さらに詳細な音状解析が進めば、ピラミッドに秘められた音の力の本質に迫れるかもしれません。そしてひょっとするとそれは、古代文明の持つ音波工学の知見とつながるのかもしれません。歴史的な背景からピラミッドを見つめ直すだけでなく、先端科学の視点から分析することで、全く新しい英知のあり方が見えてくるかもしれません。それは単なる神秘から脱却した音の科学なのかもしれません。人類がこれまで理解し得なかったピラミッドの鍵を、最新の非線形科学が開く可能性すらあるのです。この分野におけるブレイクスルーが、次の大発見につながる可能性を秘めているのかもしれません。